皆さんこんにちは。綺麗にするのが大好きおじさんです。で前回はこの CBX のタンクをピカピカに磨いて、ピカピカというよりもピカピカを通り越してヌメヌメのタンクにしました。でそのタンクをきれいにする作業過程でタンクを外さないといけないんですけども、その時に、燃料センサーの配線に重大な欠陥を見つけました。で欠陥というよりも劣化なんですけども、でその劣化を見た時にこれは交換しないといけないなっていうことで燃料センサーの方を交換しましたので、今日はその交換の様子をお届けしたいと思います。でこれが取り外した燃料センサーなんですけれども、どこが劣化してたかというとこの配線なんです。配線が古くなって硬化しています。でそれで割れて中のこの線ですね、それが見えるようになってしまっています。でこちら側はひびがいっぱい入っているような状態ですね。皆さんも古い車なんかが走行中に燃えたりするっていう話はよく聞くと思うんですけども、その原因の一つがガソリン漏れであったりオイル漏れで、それがエキゾーストとかエンジンにかかってでそこから発火するっていうことがよくあると思うんですけど、もう一つの原因の一つが配線なんです。でご覧いただいたように配線が劣化したり、もしくはネズミなんかに噛まれたりするとこの中の線がむき出しになってでプラスとマイナスとかショートしてでそこから発火するっていうことが多々あるみたいなので、ですから旧車の皆さんっていうのは結構車に消火器を積んでたりするんですけども、でまさにこれがですねもうめちゃくちゃ劣化してますので、このままほっといてショートなんかして重大事故になったりしたら大変なので、それなる前に交換を行いました。センサーはヤフオクなんかで売られていますので、そちらで注文すればもう簡単に手に入ります。一応品番をお伝えします。こちらが品番です。必ずこのセンサーを買う時にもう一つ買わないといけないのがオーリンクです。これがオーリンクです。このオーリンクが劣化してしまうとここから燃料漏れの原因になって、それで真下がエンジンなのでまた発火する恐れがありますので、必ずセット販売されているやつの購入をおすすめします。一応品番はお知らせしておきます。真ん中で破っちゃいましたが、これが品番ですね。それでは早速作業の様子をご覧いただきます。 CBX のタンクを固定しているネジはたったの1本です。ただこのサイドカバーとタンクが一体化しているので、まずサイドカバーを外す必要があります。これも引っ張るだけで外せます。フックで止まっているだけです。でサイドカバーは左右両方外します。これは社外品のビートのサイドカバーです。でこれを固定するフックって3つあるはずなんですが、これ私のは買った時から2つしかついていません。でもともと車体の方を見ても1箇所2箇所3箇所取り付けれるようになっています。これなんかね2箇所で止まってるのがちょっと不安です。多分穴がうまいこと合わなくって1箇所を取り付けてない可能性があるんですよね。ですからこれ落ちると危険なので、わからないようなところに結束バンドで留めるようにしたいとは思っています。タンクを留めているボルトはこれ一つです。これを外せばタンクはもう簡単に外すことができます。12ミリを使って緩めます。はい、これが燃料センサーのカプラー、これを外します。はい、燃料ホースを外します。燃料ホースはこれ手前にあるので非常に分かりやすいですが、これを外します。はい、でもう一つがこの奥にあるんです。でマイナスのドライバーで押し込みます。先にネジを外してあるのでこれで見やすいですね。はい、外れました。よいしょ。
これが燃料コックについていたホースですね。2つあるので、これを必ず外すようにしてください。燃料ホースがついてた位置でがこちらです。これが奥ですね。で、手前はこちらです。タンクからガソリンを抜き取ります。 CBX のタンクの容量は17リットルあるので、満タンだと大きな容器を用意する必要があります。うちの容器が小さかったので、ガソリンを車に移しました。燃料コックを開いて残ったガソリンがないか確認します。これが新しい燃料センサーです。センサーを固定している4本のボルトを外します。新しいセンサーを固定するボルトが緩まないように緩み止め剤を塗ります。これが取り外したセンサーです。錆が見られます。センサーの交換が終わったので、今からこのタンクを取り付けます。で、センサーの位置がね、この非常に高いところにあるんです。本来ならばタンクに燃料を満タンにしてガソリン漏れがないかどうかを確認したいところですが、手元にですねこれを満タンにするだけのガソリンがないので、しょうがなく燃料タンクの方も取り付けます。で、その後でスタンドに行って満タンにして、長距離を走る前にガソリン漏れがないかどうか、それを確認した上で今後使用していきたいなと思っています。今からタンクを取り付けます。前を合わせて押し込めばタンクは入ります。購入した CBX にはこのホースバンドがついていなかったのですが、今回取り付けます。手前のホースにもホースバンドを取り付けようと思ったんですが、径が小さすぎて合わないので、これはもう後日買って後から取り付けようと思います。あれ？インジェクションキーを入れると燃料系が動くと思っていたのですが、動きません。エンジンを始動してみます。やっぱり動きません。おかしいな。カプラーの接触が悪いかもしれないのでいじってみます。やっぱり動きません。新品なのに故障？試しに古いセンサーを取り付け動作を確認すると、ちゃんと燃料系は反応します。取り付けた新品の燃料センサーが作動しないというふうにちょっと思い込んでたんですけども、冷静に考えると、そのホンダが新品で出しているセンサーが壊れているっていうことはちょっと考えづらいですね。当然検品もして出しているので。じゃあ何が問題なんだろうかということを、冷静に考えてみると、一つが取り付けミス。センサーの位置を間違えて取り付けて動かない、フロートですね。でそれも考えたんですけども、単純な構造なんで
それはちょっと取り付けミスは考えづらいなと。でもう一つ考えられるのが燃料不足もしこれが原因ならめちゃくちゃ恥ずかしいんですけども、可能性は大いにあります。要するに入れた燃料が少なすぎてフロートがこう上がらない、だから燃料系が動かないという、これがね一番の原因じゃないかなと。もしこれが原因だと非常に恥ずかしいんですけども、とにかくそれでもガソリンを満タンにして動いてくれればもうこれで越したことはないので、今からガソリンスタンドに行ってガソリンを満タンにしたいと思います。行ってきます。よし、心晴れやかに帰ります。結果はご覧いただいた通りです。無事燃料系の方は動きました。ちょっと恥ずかしいですけど治ってよかったと思います。でそれでこの古いセンサーですけども、これ自体はちゃんとまだ動いているので、このまず配線をですね新しいものに交換して予備として置いておきたいと思います。それとところどころやっぱり錆が出てるので、この錆も落として、それで燃料に強いウレタン塗装でいけるかな。でクリアの塗装をして、これ以上錆が出ないようにして、でこれを保管しておきたいと思います。これからも素人が一生懸命車をいじったりオートバイをいじったりする動画を上げていきたいと思いますので、是非チャンネル登録してまたこの続きをご覧ください。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。